おはようございます。予想って何ですか？何でしたっけ？うん。あ、こんにちは、マラさん。いやー、今日も朝ごはんひどかったな。あ、そうだ。昨日お話ししたね。一番新しいリミターだ。じゃーん、これです。かっこいいっすね。シガーナビではもう、これが告知された時にね、ハバノス SR から情報もらってたんで、写真とか出してたんですけれども、これが現物ですね。2021年のリミターだ。コイーバシンクエンタイ進行アニベルサリオっていうんですけれども、そう55周年のです。リングゲージが57です。でっかすんごい太いんですよこれ。リングゲージが57の長さが150ミリですね。そうですね。多分こうハバノスの関係者じゃない中で手に入れたの一番早いんじゃないですかねこれ。いやーでもかっこいいですね。最近のハバノスに多いこのフットリング。おはようございます。そしてこの太さ、今吸ってるこのロブストとね、あんまり分かんないか動画じゃ。でもねすんごい違うんですよ。うん、まあコイーバのねリミターダーはね2017年のタリスマン以来ですよね。だからね相当期待高いと思うんですよね。いや俺も楽しみです。うまそう。ちょっと今吸うのはもったいないんでこっちのハウスロールでいいや。しょっぱいですけど。リングが多いと偉い。まあそうですね。偉さで言ったら手間がかかってるんでね、リングが多い方が偉いと思いますよね。うん、それは間違いない。あとはでかいのと長いの。ただねこのフットリングはここ最近ハバノスでも使い始めたんですけれどもね、このやっぱり葉巻って割れる時フットからなんで、フットリングつけるっていうのは結構、いい手段なんですよね。ただ吸う時に抜くのがめっちゃめんどくさい。いちいち取るのがめんどくさい。だってこれ言ってみたらリング3つなんでトリプルリングなんですよね。で何でしたっけ。もし日本で欲しいと思ったらどういう方法があるんですか？まあ普通のリミターダではあるんで、生産はされるはずなので日本に入ってきたら買えばいいと思います。でもリミターダって発表されたから2年遅れとかで出るので、まあ、2024年とかじゃないのかなと思います。でなければ吸いたかったら俺に連絡してください。一緒に吸いましょう。それが一番早いと思います。そうですね。まあ2020年のリミターダのパルタガスのレガドスが、ようやくヨーロッパの方でも、出始めた。ようやく出たのかな、タイミング的に。ので、まあ、日本に入ってくるのは半年から1年以内っていう風な感じだと思うんですよね。このタイミングだとどんどん発表から入ってくるのがずれてるので、最初はねリミターダもフェスティバルで発表されたらすぐに発売とかされてたんです。ところがフェスティバルの発表から、半年経ち1年経ち1年半経ちっていう風に周回遅れにも程があるんですよね、出るのが。本当の勘弁してもらいたいんですけれども。まあでもね待ってればね必ず葉巻っていうのは吸えますんで、別にね早く吸ったから偉いっていうわけでもないです。むしろそういう風なものに載せられてるだけなので、なんつうかな、限定品に釣られる分かりやすいアホみたいな感じですよね。こういう風に普通に出回るまでスタンダードラインナップとかいつも通りに吸って待ってればいいだけの話なので、別に焦るようなことじゃないです。リミターだとか別に個数制限とか
生産数の限定とかはないんで。フルボックスはもう出回ってるんですか？何のフルボックスでしょう？これですか？これのフルボックスはまだ出回ってないと思います。そうですね、マロさんぜひぶち決めましょう。そうです、リミターダに数の制限はないんですよね。基本的にワンロットだけ作られて、その後もどれだけ出るかっていうのがハバナスが見ながら生産してるんですよね。なんでタリスマンなんかは大人気ですから、2017年のリミターダですけれどもまだ生産されてますよね。箱の裏に22っていう風に、要は2022ってスタンプされてたりするんで、5年以上作ってんじゃんっていう風なことになるんですけれども、でこのリミターダも当然ね、やっぱ見た目とかが新しいとみんな飛びつくんでたくさん作られると思うんですよね。だからそんなに心配しないでいいと思います。細けえなこれ。フットリングにもホログラフが入ってるな。こっちのコイーバリングは今第5世代のリングだったっけな。ホログラフでコイーバってモノグラムが入ってるのは知ってるんですけれども、みんな知ってますよね。あとこのコイーバのタイノ族の顔が二重になってるのとか。フットリングにもねホログラフが入ってて、でフットリングの方のこっちのタイノ族の顔にもダブルで入ってますね。こういうふうにコイーバがものすごい厳重になんかこうピカピカのリングとかつけるのは偽物が増えすぎたからなんですよね。フェイクシガーがものすごい多いんですよ。特にハバノスってキューバの会社なのでアメリカの影響下にないんですね。だから著作権とかもう保護されないのでコイーバって全然ハバノスと関係ないのにコイーバの名前がついてるものってバンバン売られてるじゃないですか。あれってものすごいね要はねパクられてるんですよね。綺麗ですよね。初心者的な質問ですが、同じリミターダも年単位になってくると収穫時の葉っぱによって味が変わってくるんでしょうか？そうですね、全然違います。エディションリミターダっていうのは葉っぱの状態で3年以上熟成させてその後巻くんですよね。原材料の時点で熟成させてます。で何年か前からリリースされてるアネハドスっていうシリーズは巻いた後に3年以上熟成させているっていうものなんですね。だからエディションリミターダは手に入れたですすぐ吸った時点でもう3年以上熟成されてる味わいなので、そういう風な経年変化の味わいが楽しめるんですけれども、当然熟成させても味わいはどんどん変わってきます。他のハバノスと同じです。でエディションリミターダなんかは、当然限定年限定のものですよね。なので原材料のレシピですねが厳選されているので、やっぱり熟成させた時に通常のハバノスとは異なる熟成の仕方をするんですね。要は原料がいいから時間が経って熟成された時も上品な味わいが楽しめるっていう風な感じなんですけれどもね、そこら辺はやってみると面白いと思いますんで。でもエディションリミターダ美味しいからね、すぐ吸っちゃうんですよね。葉巻を熟成させるのは忘れるのがコツです。取っといてどこに置いたかなっていう風なのを忘れるぐらいにしておいたら、何年か経った時に出てきた、しかもまだ一本も吸ってないっていう風なのが見つかったりしてお得な気分になるんですけど、もともと自分のだから全然お得でも何でもないんですけどねこれ今2021、これですか。これはねまだね箱ではね出回ってないと思いますよ。多分ですけど分かんないけど、ハバノスの人だったらね分かるけどね。そうですね、交換考えさせていただきましょう。今日
記憶の片隅に落ちるのがコツってことですね。その通りです。あれあそこにあるなっていう風に覚えてると吸っちゃうんで、だからね葉巻っていうのはねたくさんあった方がいいんですよ。熟成させるにも少量だと熟成っていうのはなかなかできないので、なるだけたくさんの量を一度に用意しておく。そうすると、熟成にも有利ですし、全部が把握しきれないとあれどこ行ったかなみたいな感じで、もう吸っちゃったかなみたいな感じで忘れちゃうっていうのもあるんでね。実際次あたりの動画作ったら触れようかと思うんですけれども、葉巻の量ですね。1回に熟成させる、要は手持ちで持つ葉巻の量が多いとどんなメリットがあるかっていう話をしようかと思ってるんですよね。葉巻っていうのは、1本2本だけだと絶対熟成しないんですよ。っていうか死んでいきます。分かりやすいのがバーとかのヒュミドール、木製のヒュミドールがあると思うんですけど、開けてみて底板が見えるぐらいしか葉巻が入ってない箱っていうのは例外なくその中に入ってる葉巻ってまずいんですよ。経験ある方いらっしゃると思うんですけれども葉巻は寂しがりっていうふうに言うんですけれども、もっと細かくテクニカルな話をすると、ヒュミドールの中に葉巻がちょっとだけっていうふうにみんな思うかもしれないんですけれども、俺はヒュミドールの中に葉巻がちょっとだけと空気がたくさんって見るんですね。葉巻を熟成させるのは当然中にいる微生物が、経年変化で、適度な湿気水分と空気を得ることによって新陳代謝で生まれては死んで生まれては死んでっていう風な形で醸していくんですけれども、それが、空気が多すぎると止まってしまうんですね。なんでかっていうと、葉巻は呼吸する、要は中の微生物は呼吸するので、空気がたくさんあると空気がより多くの成分を奪ってしまうんですね。さりとて空気がなければ真空状態では生きていけないから、できるだけ空気の量は少ない方がいいんですね。つまりヒュミドールの中に葉巻をみちみちに詰めて隙間なく、できるだけ隙間なく置くっていうのが空気を少なくさせるコツなんですね。活性酸素じゃないですけれども、空気も劣化老化を促進させてしまう。そして、微生物の新陳代謝も促すという諸刃の剣なので、できるだけ空気の量を少なくするっていうのが熟成のコツの一つなんですよ。ですから、ガラガラのヒュミドールのお店の葉巻とヒュミドールの中に満杯に葉巻が入ったお店の葉巻を吸い比べると、銘柄はともかく葉巻の良し悪しで言ったら絶対にパンパンに入ってる方が美味しいんですね。でなので葉巻の熟成に重要なのは温度と湿度は当然なんですけれども、空気の量のコントロールっていうのもものすごく重要なんですよ。でこれは誰も教えてくれないです。なぜならただで教えるにはもったいなさすぎる内容なのでね。俺は関係ないので、お店の人間じゃないので教えます。おはようございます。そうです。バラだと死んできます。例えば葉巻はキャビネットシガーっていうのがありますよね。スライドの木箱のやつです。ハバノスですけれども、あれって中にみっしり葉巻が入ってるんですよね。でリボンで束ねられてるんですけど、分かりやすいのはそのみっしりした蜂の巣みたいな葉巻の外側の葉巻と一番中心部の葉巻を吸い比べてみると分かるんですよ。外側の葉巻っていうのは空気に触れてますよね。で中心部の葉巻って周り全部葉巻だからあまり空気に触れてないんですよ。するとどうなるか、それ比較してテイスティングしてその違いが分かったら多分一発の相撲家だと思いますでも別に全然葉巻知らない人でも味の違いっていうのは、ね、味覚の違い嗅覚の違いなので分かるんでやってみると面白いと思いますよ。そうですそうです。要は化粧箱だとどれも等しくどの面かは葉巻に触れてしまうんですけれども、キャビネットシガーだと中心部は葉巻に触れない、空気に触れないですね。周りが全部葉巻なので、なんで空気による劣化が最小限に抑えられるんですね。キャビネットシガーが化粧箱より美味しいなっていうふうに思うのはそれも理由があって、ドレスボックスは紙なので、紙ってものすごくね香りとか成分とかを吸収してしまうんですよね。木はそれほどではないので、
あと木は防虫効果があるのでタバコシバムシとかがあまり出ないっていう風なのもあります。だから葉巻でもし同じものだとしたら、例えばボリバーのベリコススフィノスとか、あとドレスボックスとキャビネットがありますけれども、確実にキャビネットですね。うるせえな。置くときにいつも購入時の保険保護ビニールにつけて入れてるんですが、やはり外した方がいいですか？生産国で分けなければいけないなどお聞きするのですよ。多分葉巻を入れてるセロハンのことですよね。でセロハンは空気を通すっていうふうに皆さん言いますけれども、通したり通さなかったりです。素材が違うので、なんでそれは見てみないとわからないです。ただ、セロハンでかぶさってる葉巻は、取った方がいいです。フュミドルに入れるときは。で香りがね混じるっていう風な話とかもされると思うんで、キューバ、ドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスとかを一緒にしたくない。フュミドルを分ける方がいいです。または、そもそも俺はフュミドル使ってなくてウェットキャビなので箱ごと入れてるんで、そのことはあまり気にしたことはないですね。ハバノスでも、フィルムセロハンに入ってるやつとかあるんですけれども、現行ではセロハンに入ってるやつってないんですね。なんでかっていうと、昔のハバノスはセロハンに入ってる葉巻ってあったんですけれども、6、70年代、80年代とかもありましたけれども、その頃って葉巻の葉っぱの改良があまり進んでなかったんですね。でものすごく強いニコチンの強い葉っぱだったんですね。今はもう葉巻の箱開けてすぐ吸えるほどソフトな葉っぱに改良されてるんですけど、だからどうしたかっていうと、わざと空気に触れさせてたんですね。わざと空気に触れさせてまろやかにするために、セロハンに包まれてた。なんで昔のハバノスのセロハンに包まれてたタイプのシガーってショートフィラーなんですよ。ショートフィラーっていうのは決して低品質クズバっていうわけでなくて、中のフィラーをビリビリに破いてね、細かく刻むことによって中で空気に触れさせるんですね。中に空気に触れさせれば触れさせるほど、要はえぐいニコチンとかの分解が早まるので、なんで強い葉っぱ、パルタガスとかにはショートフィラーのフィルム入りが多いんですけど、強い葉っぱをできるだけ早くスモーカーが吸うために作られた知識なので、今のただ傷をつけないために保護するためのフィルムとは理由が違うんですね。ただ単に傷から守るためのフィルムだったらつけてる意味全くないですし、葉巻の劣化を早めるだけなので取った方がいいです。結局今のノンキューバンのメーカーってハバノスから出てった人たちが立ち上げたものなので、そんなにハバノスに詳しくない人たちもいるんですよね。だからなんでフィルムがついてたのかっていうのも知らずに、いやでも昔の葉巻にはフィルムがついてたからっていう風にただただそれを守ってるだけっていう風なショップとかショップじゃねえファクトリーとかブランドとかもあるので、なんでその理由をちゃんと考えて、目的に合ってるかどうかっていうのはスモーカーが判断した方がいいと思います。8年前のもんっていいじゃないですか。ラッキーでしたね。儲けましたね。ラッキーとか儲けるとかじゃなくて、それもそもそも自分のだから全然関係ないんですけどね。家の中で落とした金拾ったみたいな。おはようございます。ノンキューバーンのコイーバとかモンテクリスト、要はドミニカとかニカラグアとかで作られてるのがあるんですけれども、あれはもともと自分がそのコイーバの工場長だった、工場主だったっていう人が革命でコイーバの工場とかをキューバの政府に国有化没収されちゃって亡命した人たちなんですよね。で亡命した先で、いや俺はキューバのコイーバの工場を持ってたから俺が元祖だって言って、その国のタバコ工場でコイーバを作ったっていうのがキューバ以外の国で作られてるキューバにあるブランド、コイーバとかモンテクリストとかパルタガス、ロメオ・フリエタとかもそうなんですけど、そういう風な流れなんですね。でもキューバから言わせたら、いやいやキューバの土とタバコで作ったのがコイーバ、モンテクリストとかだからそれは関係ないでしょっていう風なところで、世界に2つのブランドが両立してしまうっていう風な流れになっちゃったんですね。
なんだろうな、日本でもたまにあるじゃないですか、お家騒動で元祖と本家みたいな感じのあれなので全く同じです。ただキューバの土壌で作られたタバコの葉っぱで、それで美味しいと思われるブレンドで作られたシガーがハバノスなので、それを別の国で作ろうとしたら無理なんじゃないかなと思うんで、一からねその国の葉っぱに合ったタバコの葉っぱでその国の葉っぱに合う味わいで作ったオリジナルの葉巻を作ればいいんじゃないかなと思うんですけど、どうもやっぱりプライドっていうのかキューバにひどい目に遭わされたっていう風な気持ちが残ってるのか、そういう風なのはないみたいですね。ノンキューバンの、キューバブランドのメーカーに。ダビドフなんかもね、キューバから喧嘩して出てったブランドの一つなんですけれども、ダビドフは結構最後まで残ってたんですよ。革命からもう何年も十数年も経った、91年まで、キューバに残っててダビドフ作ってたんですけど、その時まで作ってたキューバのダビドフって、キューバンダビドフ、シャトー・ラトゥールとかドン・ペリニオンとかシャトーシリーズとかが有名ですよね。でもそれ以上我慢できなくなって出てっちゃった。で出てっちゃった先で、もうそこのタバコの葉っぱってキューバの品質は全く違うんですよね。だからダビドフの偉いところって、その土壌で生まれたタバコの葉っぱに合ったブレンドを作って、ハバノスの後追いをしない別のベクトルで自分たちが手に入れられる葉っぱで最良の葉巻を作ろうっていう風にしたところなんですよね。だからダビドフってハバノスのことが多分大嫌いなんだとは思いますけれども、真似しないのはそういう理由もあるんですよね。だからハバノス以外の葉巻で、独自の道を追求しているダビドフっていうのはすごい偉いなっていうか、すごいなとは思うんですよね。過去に自分たちが作ったブランドにあぐらをかかないで全く新しいものを作る。それでも葉巻の世界ではハバノス以外のノンキューバンのメーカーの中ではナンバーワンに成長しましたからね。いやジノ・ダビドフのおっさん偉いっす本当。俺もダビドフは時々吸いたくなりますからね、オリジナルの葉巻作らないんですか？なんでですか？なんでオリジナルの葉巻を作る必要があるんですか？だってハバノスが美味しいものを作ってくれるじゃないですか。なんかオリジナルの葉巻とかそういう風なのを作りたがる人って単に葉巻が好きなだけじゃなくて自己主張の激しい人なのでだってハバノスでも十分美味しい葉巻作ってくれるし、新しいのどんどん出てくるから、それをするのですら全く追いついてないのに、それで自分のねオリジナルの葉巻なんか作っても何の意味もないですよそういう風なのを出すのはただに一山当てたいっていう山師でしょ単なるだって五十嵐のオリジナルシガーとこっちの深海隊進行アニベルサリアをどっちが吸いたいですか？俺絶対こっちの方が吸いたいです。めっちゃ日が出てきたな。あれ今って日曜でしたっけ日本？つうかキューバも日曜か。納得してもらえましたか？なんか人少ないなと思ったらそうか。ということは日本はもう日曜の10時回ってるんですね。やっぱ日曜日。いやーライブでダッシュ見れなかったな。鉄腕ダッシュまた録画か。個人的にフエンテが美味しくて好きです。アルトゥル・フエンテですね。フエンテ最近ねブランディングがうまいですよね。腕時計出したりヒュミドル出したり、そういう風なところで葉巻以外のところからもね認知集めようっていう風なところがねうまいと思うんですけど、ハバノスってねマーケティングを一切しないんですよ。マーケティングっていうかなんていうかプロモーションだな。プロモーション一切しないんですよ。マーケティングはしてますね。要は雑誌とかでハバノスの広告って一切載らないんですよね。なぜなら広告出さないので、出さなくても売れるからって分かってるものすごい強気な殿様商売なんですけど、すげえな。シガリロとかはねキューバのシガリロってハバノスは別の会社なのでレオンとかああいう男性誌とかにね広告載ってますけど、あれは広告費用出すんで
ハバノスは一切広告費出さないのですごいですよね。9番ダビドフがもったいなくて吸えないです。その前に開拓してる頃の鉄腕ダッシュが好きでした。そうですね、ダッシュは昔好きでしたね。9番ダビドフもう吸っちゃった方がいいですよ。なぜならほとんど死んでるからです。これ言うと結構怒られるかもしれないですけれども、もう9番ダビドフって吸い時逃してるんですよ、実は。ダビドフ9番ダビドフって最後に生産された年が1991年なんですね。で、葉巻っていうのは実はしっかり寿命があります。それを逃すとだんだん衰えていく、劣化していくんですね。で、葉巻の寿命は何年かっていうのは実はダビドフの創業者のジノ・ダビドフが言ってるんです。自分の声で15年って言ってます。ということは一番古い9番ダビドが91年だから、15年経ったら2006年なんですね。つまり、それよりも14年も経ってるので、9番ダビドフって当時こういう風にしようって設計されたところからものすごい大幅にもう下がっちゃってるんですね。だからもうノスタルジー以外の何物でもなくなっちゃった、オークションピースとか、あとはコレクションピースになっちゃってるんですけれどもね、吸い時逃したので、そうですね、昔は美味しかったんだろうなっていう風な味とかがすると思うんで吸ってみるとか、あるいはもう一切吸わずにもう取っとく、トロフィーとして取っとく、どっちかがいいと思います。残酷な言い方ですけれども、あらゆるものに賞味期限はありますので、吸い時を逃してしまえば葉巻も、はっきり言って昔美味しかったんだろうなっていう風な味わいですね。なんでかっていうと、うちにも吸い時を逃した9番ダビドがあるから気分はわかるんです、気持ちは。葉巻っていうのはね、吸われるために作られたものなのでね、気にしないでどんどん吸っちゃいましょう。そっちの方がいいです。葉巻がもったいないですから。そうですね、ウブロのオーパス、ウブロって結構いろんなところから出しますよね。なんていうかダブルネームっていうかコラボレーションがありますよね。ということはむしろウブロの方がコラボレーションとかプロモーションがうまいんじゃないかっていう感じですけれど。そうですね。で、葉巻の葉っぱってどんどん改良されているので、どんどんライトになってってるんですね。ライトっていうか吸いやすいように、病気にかかりづらく吸いやすいっていうのはニコチンをそんなに含まないって意味なんですけど、キューバのこの農業の研究所みたいなところがハバノスの関連するところがあるんですけど、そこでどんどん葉っぱが改良されてるんですね。で、91年ぐらいに作られた9番ダビドフを作ったジノ・ダビドフが葉巻の消費期限が15年っていうふうに言ってるんで、それ以降の葉巻の葉っぱってさらにライトになってるんですよ。なので、さらにその葉巻の賞味期限っていうのはどんどん短くはなっていくんですよね。でもそれはその葉巻をレシピを設計した人たちが葉巻の中身が一体化してこのぐらいの時に一番吸い時だろうっていうふうに考えたところなので、例えばそれ以降のカーブを過ぎたところ、いやこっちの方が好きだっていう風な味の人もいるかもしれないんですね。それは嗜好品なんで、手に入れた個々の人の好みによるんで何とも言えないんですよね。だからもう枯れに枯れまくった9番ダビドフが好きだとかいう風な人も中にはいるかもしれませんし、そこのところのね、自分のこう思考の良し悪し、ここら辺がいいな、心地いいなっていう風なところに引っかかるような感じになってるかどうかっていうのをチェックするためにも吸うのはいいと思いますね。そうするとどうなるかっていうと、じゃあ何年の9番ダビドフのドンペリニョン、十何年経ったのが自分にとっては一番マッチしてたっていう風に言うことができるんですね。吸わずに持ってるだけではそういう風なことすら言うことができない、持ってるっていうことしか言えないので、
吸ってみてこれが自分に一番良かった、このぐらい時間経ったのが良かったっていうふうに言うことができるんですよ。むしろそっちの方が重要なことだと思いますんで。なので俺も自宅にある9番ダビドクは毎年少なくとも1本ずつ吸ってます。そういうふうに、言える時が来るまで。そうですね、毎年誕生日に開けていくといいと思います。でそういうふうにすればいい時、なんか記念の時に吸った葉巻ってなかなか記憶が薄れないじゃないですか。だから何歳の時に吸った9番ダビドク、生産から何年経った時のが一番うまかったのあればっていう思い出が残りますんで、ね、葉巻は死んだら持っていくことは絶対できないですから、いいとか一緒に焼かれておしまいですから。でも吸った時の楽しい記憶とか誰かと一緒に吸ったっていう風な、そういう風な雰囲気の記憶っていうのは残りますんでね。むしろ葉巻ってそういう風なもののために作られてるんだと俺は思うんですよ。だから葉巻はたくさん持ってるだけでは何の意味もないです。それ物が葉巻じゃなくてもいいわけですから、その人にとってはコレクタブルなだけですからね。葉巻じゃなくても何でもいいんでしょう。切ってもビール瓶の王冠でも変わんないんじゃないってことになるんです。葉巻は吸われるために作られたものなので、吸った時の思い出、誰かと一緒に吸った時の楽しい気持ちっていう風なのを記憶に刻むために作られたものですので。だからね、俺は葉巻のコレクターはね、はっきり言って嫌いなんですよ。俺に吸わせろんだ、そういう風に思う。いやー、やっぱりあれでも今日のハウスロールはそんなに燃え進むのは早くないな。いや、ずっと俺がおしゃべりしてるからか。キューバも今日日曜日なんでね、どこも空いてないんですよね。マジで何しようかな。しょうがないからこの後ろのプールで、もう一日真っ黒になるまで葉巻ずっとぶち決めてようかなと思ってるんですけど、カレー食べたらぶち決めてください。カレー食べた後の葉巻美味しいですよね。っていうか油物を食べた後に口の中にこの油が残ってる状態で葉巻をぶち決めるとすごく美味しいじゃないですか。これ葉巻もこの味って油分なんで、このねマリアージュっていうかね、肉料理とか揚げ物とかもね食べた後にね葉巻するとすんごい美味しいんですけど、やべえなこれ自分にぶっ刺さってるな。めちゃめちゃ食べたくなってきたキューバの食い物ほんとひどいんで、レストラン行こうにも今日日曜日だからどこも空いてないしね。シガーの保管について伺いたいのですが、現在ドレスボックスで保管しています。シガーへの影響を考えるとジップロックに移して帰った方が良いのでしょうか。ドレスボックスをどういうふうに保管してるかですよね。ドレスボックス、いわゆる化粧箱っていう外側を紙で貼り付けた箱っていうのは、隙間だらけですから、葉巻をその中に入れただけで野ざらしにしてたら当然カラッカラに乾いてしまいますので、当然ジップロックに入れた方がいいです。ただジップロックも空気は通すので、ジップロックをクーラーボックスなりなんなり、あるいはウェットキャビンなり加湿庫とかですねに当然入れた方がいいです。っていうか入れないと乾いていきます。ジップロックの中にさらにボベダとかを追加してこれで OK っていう風に言う人もいるんですけど、それ OK じゃないです。ジップロックは空気を普通にスカスカ通すのでダメです。抜けてっちゃいます、湿度とかが。最低でもクーラーボックスに入れた方がいいです。でクーラーボックスを使うのはイグルードールっていう方法なんですけど、シガーナビに載ってたかな、が箱ごと保管するならおすすめです。実は木製のヒューミドールとかってすごくちっちゃいので、葉巻箱から出さないと中に入れられないんですよね。でヒューミドールって値段相応なので、高ければ高いほど密閉性が高くなって性能が高くなるんですけれども、ある程度より下のって全然使えないです。スカスカで。ヒューミドールで実用に頼るブランドは多分ユニブルーとダビドフだけですね。となると50本入りで30万円からとかになっちゃうので、50本の葉巻入れるために30万円払うんだったらウェットキャビ買った方がいいかな、もしくはでかいクーラーボックスたくさん買おうかなっていうふうなことになっちゃうんですよね。でも木製のねヒューミドールパカッと開けたらね、中に葉巻がたくさん入ってるのはロマンですから。世の中ねロマンとお金で回ってますんで、それは否定しないです。グラセア。
父親と祖父の影響で子供の時は絶対金曜日はカレーでした。素晴らしいご家庭ですね。元海軍だったのかな。まあでも理由は同じ。俺も曜日感覚がなくなるんで金曜日にカレーを食べてるんですけれども、でもねやっぱりそういうふうに習慣づけると、何か決まって考える必要がなかったりするし、アクセントになるでいいんですよね。何曜日は何をする、この時はこれをするっていうふうにでないと生活グダグダになっちゃいますから箱をジップロックに入れた。箱にボベダを入れて、箱にボベダを入れると過加湿、要はオーバーウェットになっちゃうと思いますので、箱があって、こう中に葉巻が入ってますよね。箱の上にボベダを乗せて、それをジップロックで入れるっていうのがいいと思います。箱の中に入れると、湿度高くなりすぎちゃうと思います。これも環境によるんですけどね、冬とかだったらまた湿度も高くなるし、お部屋のね状態にもよると思うんで、葉巻の状態、葉巻と相談しながらやってみてください。載ってますよね。シガーナビ見てください俺が動画で言ってること、 YouTube の動画とかで言ってることって基本的に全部シガーナビに載ってるんですよ。シガーナビ自体そもそも作った時は、葉巻の間違った情報知識とかがものすごい広まってた時、ミクシーのコミュニティとかを元にしてですね、それなんとかしないといけないなと。間違えた情報だったらいずれそれを信じてやってた人とかはどっかで破綻して立ち止まって、やっぱ違うな、おかしいなっていう風なことになって葉巻から逃げてっちゃう、やめちゃうっていう風な人とかも出てくると思うし、葉巻っていうものは文化として一つ定義した時に正しい知識がないと残らないんですよね。文化が広がっていかない、そこで閉じてっちゃうんで、なんとかしようと思ってシガナビ作ったんですけれども、でそうこうするうちにインターネットの世界動画がメインになっちゃったんで、同じ内容を動画で話するのもなんだなというふうに思うんだけど、いいかっていうふうなことでやってるんですけれども、それもねいいことなんです。基本は大事なので、自分が書き残したことでもやっぱりいつの間にか薄れてっちゃうっていうふうなものもあると思いますし、自分でもう一回読み直して人に説明するっていうふうなところを含めてさらにもう一度自分で勉強し直す、復習する。でその中からまた新しい気づきとかが発見とか出てくるっていうのは葉巻に限らずいろんな分野でもあると思いますんで、それは重要だなっていうふうな気づきを得たのは良かったと思いますね。さっき何か言おうと思ったんだろう。そうか、偽葉巻の件です。偽葉巻についてちょろっと触れようと思ったんですね。ハバノスはフェスティバルで毎年どのぐらい葉巻の売り上げ金額が上がったかとかいうふうなこととかも発表するんですね。でハバノスが発表する金額と世界中で売れてる葉巻の本数が合わないんですよ。数がどのぐらい合わないかっていうと4割合わないんですね。でこれハバノス以外にもラカサにも聞いてみたんでちゃんとファクトチェックは取って裏は取れてるんですけれども、要は、ハバノス全体の中の4割は偽物なんですね。すんごい数なんですけれども、これキューバが共産権だから偽物とかからね保護されてない、著作権とかがないに等しいからバンバン作られちゃってる、作っても罪にならないとかいう風なのもあるからだと思うんですよね、国によっては。だからラカーサ・デル・ハバノはハバノスのフランチャイズ店チェーンなので正規代理店なんですね。ラカーサ・デル・ハバノはハバノスからしか葉巻を仕入れられないっていう縛りがあるので、ラカーサで売ってる葉巻は全部本物なんです。保証付きです。ただラカーサじゃない並行ショップとかで買ったら本物の証拠がないんですね。でさっき言った通り全体の4割が偽物、ほぼ半分が偽物だったら、見分けるのってほぼ不可能なんですよ。ハバノスって手作りなのでそれぞれ味わいが微妙に違ったり、お印刷も雑だったりするのもそれが味の一つなんですね。それも楽しみの一つなので裸の状態で葉巻を出されたら俺も、精巧に作られたものだったらこれがフェイクだっていうふうに言うのはほぼ不可能です。吸ってみてもわからないものもあります。
なぜならキューバでこういう風なハウスロールとか売ってるじゃないですか。ハウスロールに本物のね工場からの横流しのリングとかつけて本物の箱に入れてね、使用済みの箱とか eBay とかで売ってるじゃないですか。それでどうぞって出されたらね、味ちょっと違うけれども葉っぱのねタッチは完全にキューバンリーフだとかいう風になったら偽物だっていうことができないんですよ。悪魔の証明になってしまうんですね。だから葉巻を買うときは必ずラカサデルハバノから買ってください。ハバノスについてはねって俺は言ってるんです。でないと、本物かどうかっていうのがわからないんです。本物かどうかわからないというときは偽物としか言いようがないので、要は言い方が悪いですけれども、ロレックスで言ったら日本ロレックスさんで置いてるのとドさんディスカウントストアで置いてるの、日本ロレックスだったら 100% 本物じゃないですか。でもディスカウントショップで置いてあるロレックスって本物かどうかって分かんないんですよね。それに保証書とかが入ってたら日本ロレックスに修理とかで送れば本物か偽物かどうかチェックできますけれども、ハバノスは送っても答えてくれないと思うんで、これがね悪魔の証明だって言ったのはそれが理由なので、ハバノスはラカサデルハバノで必ず買ってください。実はキューバにもラカサデルハバノ以外のシガーショップってあるんですよ。なんで俺もキューバで葉巻を、見るときはラカサでしか見ないです。でラカサの人としか話をしないです。ラカサ以外の人ってだって売るためにねバイアスかかってるから嘘ばっかり言うんで。これはこの味だからこれっていう証明はできませんもんね。そうなんです。この味わいに揺らぎがあるっていうのがハバノスの楽しみの一つでもあるんでね。だって農業生産品で薬品処理とかもしてないので、その年々によってタバコの葉っぱの出来とかも違いますんでね。ワインと同じですよ。その年の出来を楽しむっていうものなので。目隠ししてったら銘柄分かりますか？ブラインドテイスティングってことですよね。これはね本当に面白いんでやるといいんですけれども、葉巻のリンゴを外して誰かに用意してもらって吸うと自分がどれだけ目から入れた情報に頼ってたかっていうのが分かります。これがこの味なのみたいな感じになるので。俺も昔不意打ちで2回ガチでブラインドテイスティングをさせられた時があります。何の予告もなしで。で、時間を空けて2回やったんですけども、年単位かな、2回とも当てました実は。でひどいのがその2回とも同じ葉巻だったんですよ。なんて姑息なやつなんだって思ったんですけれども、でも当てましたね。だからブラインドテイスティングはいつでもいいですよ。やりますよ。でも葉巻をね当てるっていうのは、例えばワインのブラインドテイスティングをソムリエにやってもらうのと同じで、ソムリエさんは別にワインを当てるのが仕事の人じゃないですからね。ワインをサーブして、そのワインに合うマリアージュの中からワインをサーブして、そのワインについてのお話をして知識を提供する。でワインの状態を管理するというのが仕事なので、ワインの銘柄を当てるっていうのはその副次的なことなので、そのための人じゃないので、それ自体に何の価値もないんですよ。で葉巻をブラインドテイスティングで当てるっていうのも別に何の価値もないんですね。それだけ葉巻を知ってるのかっていうわけの話じゃないので、たまたま当たる人とかもいるでしょうし、だからブラインドテイスティングができるから偉いとかいう風なものではないっていうことだけは忘れないでください。さすがです。ありがとうございます。ただね葉巻できれば買うときに1箱買って1箱全部捨てください。バラで買わないで1箱買ってくださいっていうふうによく言うんですけど、1箱の中でも味は違うんですよね、ハバノスは。でそれが面白いところなんです。それぞれに個性があって、トルセドールが巻いて、でその前にレシピを作る人とかがこの葉巻のこのレシピっていうふうに作って、で去年のものとはまた味が違う。その葉っぱの中でできるだけその葉っぱを生かす葉巻を作られているので、そういうふうに1箱すると全部に違いがあるのが分かる。そして1箱すると全部に重なるところがあるんですよね。その重なってるところがその葉巻の個性っていうことなので、1箱すればその葉巻の個性っていうのがよく分かるんです。
でそれを舌と記憶に刻みつければ、別の違う葉巻を吸った時に自分の記憶の中にある葉巻との比較ができるんですね。比較ができるっていうことは、その葉巻についてまた言うことができる、理解できるっていうことなので、一つの葉巻をやっぱり理解するっていうのは一箱吸う、たくさん吸うっていうのが重要だと思うんですよね。食べ物とか飲み物だったら日常的に、ね、人間だったら口にするんで必ず記憶に残るんですけれども、葉巻っていうのは自分で意識しないと摂取できない、吸うことはできませんので、たくさん吸う、意識してたくさん吸うっていうのが葉巻の勉強には一番の近道だと思うんですよね。だから俺は葉巻はいつもたくさん吸ってるのはそういう理由なんですよ。同じ葉巻をデイリーでたくさん吸うっていうのは、それを軸にして忘れないようにして他の葉巻と比較できるようにするためなんですよね。っていうふうに言えば葉巻をたくさん吸ってても、責められない、怒られないっていうふうなあれなんですけれどもね。だからよく葉巻1日に何本吸われるんですかって聞かれてもたくさんとしか言いようがないんですよね。だってたくさんだからって、数あんま数えてないんで。そもそも何かの数を数えるっていうのはなんだろうな、その人がそれに自信がない現れなんですよね。何を何年やっただ、何を何本持ってるだとか、何に何円払っただっていうのは、その人が他に誇るものがないから数で分かりやすいマウントを取りたいがために言ってるだけなので、何の意味もないです。いやもう俺は柔道と空手合わせて何なんだとかと同じですよね。本当に強い人はそんなこと絶対言わないじゃないですか。それと全く同じです。抜け道ですね。その通りです。例えばソムリエさんだったら、葉巻とワインってすごく葉巻知らない人でもワインとかで例えて説明すると分かりやすいのでワインで説明するんですけど、ソムリエの人とかだったらお店とかでね出したボトルの残りとかで飲んで勉強とかできるじゃないですか。でも葉巻っていうのは未然を切ってね、自分で買って吸わないといけない。しかも葉巻っていうのは火をつけたらものによりますけど1時間以上かかるわけですから、お金と時間を燃やすんですよね。だから一本たりとも無駄にしないで、ぜひそういう風な気持ちで勉強していただければなっていうふうに思うんですよね。そうすれば葉巻も必ず答えてくれますんで。そのためにはね、やっぱり正しい情報と知識ですよね。時間とお金を犠牲にして、その葉巻を灰にするのに、何も知らないで曲がった知識と情報しかなくて灰にするには葉巻はね高すぎます、やっぱり。時間もかかりすぎます。もったいなさすぎますよ。だからこそ葉巻は重要なんですよね。正しい知識情報っていうのが。そんなんなくても吸えば美味しいから別にいいよっていう風なのもそれはそれでありだと思うんですけれども、でも俺はそれは本質的に貧しいなっていう風に思うので、高い葉巻を捨てても心持ちが貧しいなっていう風な形なので、やっぱりね人間向上心があるんで、好きなものについて知りたいと思うじゃないですか。で葉巻のかっこいい吸い方とか教えてくださいとか言われるんですけど、本当にかっこいいっていうのはその葉巻自体を基礎から知ってるっていう風なことだと思いますんでね。それがなかったらどんなにかっこつけても片手落ちになりますからね。毎回勉強になります。猫の肉球さん、名前がめちゃめちゃいいですね。キューバの猫撫で回したいんですけど、あいつら飲みたくさんいるから触りたくないんですよね。さっきも言った通りどんなに葉巻に詳しい人でも並行品では絶対に偽物が入ってる、悪魔の証明ですから、並行品っていうのは俺は絶対買わないです。確かに自分で汗水流して稼いだお金で吸う葉巻は美味しいですよね。そうなんですよね。
自分で身銭を切るんでね、やっぱり正しく本物をね吸いたいじゃないですか。それには葉巻のことを知ってあげないといけないので。モヒート可愛いっすよね。モヒート会いに行こうかな後で。と言いつつ葉巻がこんなちびけてしまったので、今日のところはまたお開きにしたいと思います。じゃあ新しいこの葉巻とともにね、お別れしたいと思います。では日本の皆さん、おやすみなさい。